皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドラコヤジです。1回でねサクッと終わらせるつもりだったんですけども、いろいろ試行錯誤して改良してきたんですけどもね、なんか時間だけが過ぎて今回で4回目となってしまいました。いやね、これ難しいんですよ本当に。それと合わせて前回からの問題点が今回の動画で大幅に改善されました。前回水冷化という新たな試みでちょっと挑戦したんですが、いまいち冷えが悪いと。水冷化にしてそんなに冷えが悪いっていうのはおかしいなと思って何度も実はテストをしたんですが、一向に良くならないどころかどんどん悪くなっていっちゃうんですよね。それに関しては運転させることによって、どんどんペルチェ素子の温度が上がっていってるのではないかという変な錯覚で、これはしょうがないのかなというような結論で締めたんですけども、よくよく考えてみるとね、それはおかしいなってちょっと感じてはいたんですよ。何はともあれペルチェ素子2枚重ねでさらに水冷化という、多分これは最強だろうというユニットで今回は挑戦していきますと言ってる間に、ほぼペルチェ素子2枚重ねの組み立てが終わってしまいました。今回の変更点はペルチェ素子2枚重ねで、組み立てた順番なんですが、冷蔵庫の庫内側から庫内冷却用の DC ファン、これ 40mm のやつですね、それとそれのサイズに合った 40mm のヒートシンク、その後にペルチェ素子を2枚重ねました。放熱側の方に水冷ブロックっていう、ウォータークーラーとも言われてるみたいなんですが、水を温めたり冷たくするのが本来の目的なんですが、私の場合はラジエーターに、送るための、車でいうとエンジンブロックのシリンダーと、外側の間にこの水を流す隙間があるんだけど、その部分を外につけるというか、底につけるというかなんて言うんだろう、説明できないや。要は熱くなったペルチェ素子、片側のペルチェ素子をそれを冷やすためのものですよね。でヒートシンク、でっかいヒートシンクが余っちゃったんで、その後ろに、せっかくなんでつけておきました。これはねラジエーターを 80mm のファンで冷やすんですが、その風がねちょうどそのでっかいヒートシンクも通るんで、ついでにそこも冷やそうかな、スペース的に余裕がなくなったら取っちゃおうかなって思ったんですけどね、まだギリギリ入ったんでつけております。で今ハンダ付けしてるのがステップダウンモジュールっていうのは、ヒートシンクじゃないやペルチェ素子を2枚、つけたので、それを個別にこの温度調整をするという、温度調整じゃないや、電圧を調整するためにね2つ、ステップダウンモジュールをつけました。これ面白いんですよね。結構いろいろテストして、で結論がそうだったんですが、ペルチェ素子って普通に 12V かけると冷却よりも放熱の方が上回っちゃって全然冷えないんですよ。で放熱いくらやってもね、結局なんとかな、板が薄いというか、熱がこっちじゃないや冷たい方に伝わってきて全然冷えなくなっちゃうんですよね。なんでね、適度な、温度じゃない適度な電圧をかけて、で最適なこの比率で調整できるように、これを取り付けるという、そのおかげでね、テストに2ヶ月も要したという、2ヶ月といってもね、私サラリーマンなもんで、10日ぐらいか10日ぐらい合間を縫ってね、本当これのテストって結構時間かかるんですよ。スイッチ入れて冷却させて、一回元に戻さなくちゃいけないんで、ちょっとこうアイドルタイムというかほっとく時間が必要なんで、もう1回のテストに20分30分かかるんですよね。それをもう100回ぐらいやったのかな。というわけでね、そのテストをするのにマルチテスターが1台じゃ足りないんですよ。1台で足りなくはないんだけど超めんどくさいんですよ。というわけでまた Amazon でポチっちゃいました。さっきちょこっと映ってたと思うんですけど、これすごい優れもんなんですよ。DC の電流も測れちゃうんですよ。単線も片側の線にしなくちゃならないんだけど DC、AC の電流測れちゃうという、これめちゃくちゃ便利ですわ。いろいろちょっと使い道が広がるというか、すごく便利なんでぜひぜひ。だいぶ話がそれてっちゃったんですが、今ちょっと加工したのは、簡易的な蓋を作ってますっていうのは、冷気が逃げちゃうんでね、正確な値が出せないということで、これで実験していきますなんですが、なぜかよく見ると温度が上がってってるんですよね。これ原因がわからないというか、2枚にしたことによって温度が上がるという異常事態がでね、ここでねちょっと実はピンときちゃったんですよ。やっぱり1枚壊れてるなと。じゃないとこんな温度が上がるっていうのは、この2枚目が結局冷やしたところで
1枚目が壊れてたら結局熱を帯びちゃうだけなんですよね。熱を発して温度が下がらないということで、じゃーん、買っちゃいました。一体何枚買うんだかね、まあ何かに使えるからまあいいのかなって。とりあえず1枚だけ、おかしいと思われる1枚だけ、交換します。今ね動画編集してて思ったんですが、どうせだったらここで2枚交換しちゃった方がいいのかなって。おそらくですけども結構粗悪って言っていいのかなまあね、あんまり出来の良くないペルチェ素子だったみたいなんですよね、2枚とも実は。なんでね、これ2枚変えたらもしかしたら多分マイナスまで爆下がりしてたかななんて思いつつ、まあちょっとこの後ねちょっとしばらく忙しくなっちゃうんで、ちょっと冷蔵庫の方はちょっとそんなに手が出せないかもしれないんですけど、まあ機会があったらねまたやろうかなとは思ってるんですが、とりあえず今回1枚だけ交換でテストしてみたんですが、本当に十分すぎるほど、もうさっき使ってたもともとついてたというか、そうですね、これもともとついてたやつなんですが、もう全然冷えてなかったんですよ実は。そんなね冷えない素子で何百回じゃないな、もう何十回ってテストしてたと思うとね、もうげっそりですわ。ですがね、まあ1枚を除いてちょっともう1枚本当変えればよかった。もうまあとりあえず役者は揃ったわけですよ。まあとりあえずチャチャチャと組み立てて、もう早速ドライブさせてみましょう。ちなみになんですが、これ冷凍じゃないです、冷蔵です。冷蔵庫内はこれ簡易的にとりあえずテストで作ってるだけで、まあ、そのうち機会があったらもっとガシッとね、もっとかっこいいかっこいいというかね、ちょっとしっかり作り込もうかなと思ってます。ほんとね、スタイルフォームチャチャチャって合わせただけでの簡易的なやつなんで、そのうち動画上げるかもしれません。でもね、こんなちゃちゃっとね簡単に作っただけでも結構冷えました。こんな感じで 12.9 度、これ序の口なんですよ。で最初の目標が10度以下まで下がればいいかなと、まあ1桁まで下がればなって思ってずっと作ってたんですが、 8.8 までいったんですけど、これ実はもっと下がるんですよ。8度まで下がってくれたという。まあちょっと外気温がねそんなに高くなかったんでね、まあそれなりに冷えちゃうのかなと思ったんですけども、これもねペルチェ素子2枚重ねたのと水冷感にしたのがね大きく、プラスになってるのかなと。まあ温度はマイナスになってねやなんですがね、ペルチェ素子の電圧の方なんですが、後ろ側が 7.5V、 手前型が 3.5V、 これが一番いい電圧なのかなって。で消費電圧の方も結構抑えられてるんですよね。手前が 3.5V の方がおおむね 0.8A 前後ぐらい消費してます。で後ろ側の 7.5V の方がおおむね 1.8A 程度なので、だいたい 2.6、まあ、3A いかないぐらいですね。消費電力を抑えたことによってね、内蔵バッテリーでの稼働時間が飛躍的に伸びました。まだね冷却効率とか突き詰めていけばさらに伸びるとは思うんでね、コツコツやっていこうかなと思います。とりあえずね、まあ当初の自分が決めてた目標の方が達成できたので、スタッキングできちゃうミニ冷蔵庫、こちらの方はねちょっとしばらくねお休みして、まあその間にねちょっと改造したら、また動画の方を作ろうかなって思っております。ちなみになんですが、ちょっと設定でこれ8度で止めてるんですが、ちゃんと8度でこの冷蔵の機能が一度ストップして、これリレーが入ってるんですよね。サーモスタットが入ってるんで、まあ8度をこう継続、まあ8度1回下がると2度上がって10度からまた下がり始めるっていう、そういった今設定にしてるんですが、これもうちょっと下げてもいけそうな7度台まで実はいけたんですよ。 7.6 ぐらいまでは下げられたんで、まだまだ改良の余地は十分に本当にあるのかななんて思いました。電圧下げるとね1時間20分も稼働できます。というわけで行っちゃいました。いやー久々のなんか外の美味しい空気で行きたいところなんですけど、これ実は駐車場で撮ってるんですよね。まあまたキャンプ行きたいな。これでミニシンク、冷蔵庫、ポタ電と全部揃っちゃいました。最後までご視聴ありがとうございました。ドラコヤジでした。